こんにちは、エイジです。バロンだよ。動画のタイトルにもある通り、僕の部屋にお宝ゲームがあるかも的な。そのまんまだね。とりあえず部屋を少し片付けてスペース作ったよ。片付けたというより寄せただけに見えるが。まあ気にすんなよ。とりあえず発掘作業に入れるか。まずはこの押し入れから行ってみようか。いきなりか。何があるかあんまり記憶にないんだけど。記憶がないのにここからかい。ファミコンや PC エンジンがあるのは分かってる。透けて見えてるから犬でもわかるよ。じゃ、この見えてるボックスから開けてみるか。オッケー。よし、まず上に乗ってるものをと。結構無造作に乗ってるね。いらなそうなものも。よっお、MSX マガジンか。この永久保存版。一度休館してからこうしたやつだな。よくご存知で。横須賀ウォーズの表紙が印象的だな。ビッグカメラ。何入ってんの？知らん。あ、英雄伝説2だね。 PC エンジンね。お、ジライや。しかもスーパー CD 版非売品。 PC エンジンデュオの購入キャンペーンで当時先着何万人かに配布されたらしいよ。そうなのか。でも秋葉のソフマップで普通に売ってたよこれも。今もプレミアにはなってないらしいね。むしろ Xbox One の方が高値だな。あ、モンビットと風雲歌舞伎伝か。この辺も今はお手頃価格だな。あれ、歌舞伎伝1枚ケースだね。なんか分厚いケース嫌いでさ、2枚組じゃないのに。なんかごちゃごちゃいろいろあるな。何？ヤマト運輸。なんかゲームの説明書。この怪しげな箱は？よっと。オデッセイ？だいぶ前にポチったやつ、こんなとこにあったのか。スルーなの？なんかすごそうだけど。機械持ってないしな。今なんか解説出てましたけど。うわー、なんか来たね。中にゲームボーイソフト入ってんね。さてと、よっ。これをこっちに運んで。ファミコンカセットのみ、ご説明書なしだね。おお。これ何本ぐらい入ってんの？7、80本くらいかな。お、いきなりロットランドとマジックション。ジャレコの後期はでかいカセットだったんだよね。ロットランドはいい値段だろう。ゾンビハンターか。しっかりしろよ。音声合成がね。この北斗の拳、コピー品か。ジェニーもあるね。内容が内容だけに価格もそれなりだね。頭にきていきなり抜いて投げたことあるよ。電源切らずにか。壊れるよ本体。カセット投げたのジェニーとキングスナイトぐらいだな。またジャレコカセット、蓋がついてんだよね。よっ、パカッと。これはこっちに置いてと。おーし、どんどん行こうか。ガーフィールド・ガンナック伯爵令嬢誘拐事件。なんだろこのラベル。ガンナックはそれなりのプレミアだろう。そうだね、爽快だし、コンパイル制作だし。ジャウスト。よっと。スーパーモンキー。スーパーモンキー。 2回行ったし。結構伝説級出てくるね。ジャウストは違うよ。出た、アイドル発見伝か。箱説なしでもそれなりの価格だよね。お、暴れん坊天狗も出てきた。天狗のお面が弾を撃つシューティングだよね。暴れん坊そっちかよ。並び方よくわからんの。一応手前に高価そうなカセットを置こうかなと。スーパーモンキーは違うだろ。さーてお次は、これやばいやつだな。また出たのコピー機。近所の中古ショップで買った記憶あるな。買っちゃダメなやつだろ。当時そんなのわかんないよ。
なんか珍しいのあるみたいな感覚だよ。1本100円くらいだったしさ。マックスウォリアーだね。こいつも意外と高めなんだよな。うわ、また出た。カセットなのにグリーンベレーか。タイガーヘリだけど、なんか中国語のシールが。スーパーリアルベースボール。これはさすがに国内版だよね。スター街道はいいとして。また出たね。コナミカセットじゃないし、火の鳥。当時の任天堂は正式リリースできなかったからな、中国は。だからパチモンが大量に出てたんだね。デブロック、パチコン、バードウィーク、ディーバ。マグナムに一発、ハイドライド。東芝 EMI のゲームが揃って出てきたぞ。意外と几帳面に収納してんのな。東芝 EMI のタイトル、全部で8本しかないのに5本登場か。今度は東映動画だね。北斗の拳もね。東映動画のゲームにいい印象ないんだよな。微妙なゲーム多かったからね。版権も載ってクソゲー多いって言われてるよな。その流れで世紀末にバズ&テリーか。デコのゲームも。問題作もそろそろ出てくるね。所さんに、お、ソルスティス。これ音楽すごいんだよな。洋芸だけに難易度は高いけど音楽は必聴だよね。ファミリーブロック名前書いてあるな。誠、元気か。さすがに見てないだろ誠。ドラゴンユニット。これ実はアーケードゲームの移植なんだよね。そうなのか。マジで知らなかったよ。アタックアニマル学園か。あのスペースハリアーもどき。いや、今意外と高値になってるんだよ。そうなんだ。昔はワゴンセールの常連だったのに。シュワルツネッガープレデター。地獄極楽丸にサンダーバード。なんかマイナー系多いね。そういう箱なんだな。おにゃんこタウンにロー・オブ・ザ・ウエストか。今度はポニーキャニオンか。スーパーピットホールね。モコスカにウィザードリー580円。カセットにラッピングされたままだね。エグゼにコルビー。エグゼは当時いろいろ物議が。お、アテナ出てきた。昔から高額だったよね、アテナは。箱説明書、ミュージックカセット付きなら本当宝だよね。怒りか。おっと3部作揃ってるよ。暴走圏は嫌いじゃない。ゲーセン版はループレバーだったよね。ファミコン版はその個性が失われてるからな。この辺がカセットのみにしてはお宝か。バードウィークも。いや、バードウィークは違うだろう。今やると面白いけどね。ファミコンでもカセットのみだと価値はぐっと下がるからな。箱や説明書の方が高かったりするからな。カセットだけで1万円超えたら結構だよね。何？みんなのターボ？なんか高いやつだっけって思って。高いのは確かゲロッピだね。スプラッシュボム。ターボは違うのか。サンリオといえばハローキティワールドは面白いよ。もともとバルーンファイトの続編として作られたらしいからね。この先出てくるかな。さて、この後どんなゲームが出てくるのか。果たしてお宝ゲームはあるのか。じゃあまたね。チャンネル登録よろしくね。また唐突に終わってんな。今回はカセットのみだったけど、次はいよいよ箱説明書付きのファミコンソフトが出てくるぞ。だがしかし、箱に再興しちゃったから価値が下がっちゃったやつも出てきた。ダメだな、あの時のオイラは。さあ次回もお宝レトロゲーム発掘僕の部屋をお楽しみに。